緊急速報。過労で人間性を喪失した長男が実の家族から害虫認定され、リンゴを背中に埋め込まれたまま腐敗廃棄される事案が発生。これは家庭内殺人か、それとも社畜の末路か。今夜はカフカ変身の闇を暴きます。国語対話へようこそ。ナビゲーターの MC です。今回のテーマはフランツ・カフカの変身。見てください猫さん、私が描いたこのスーパーフラットな虫さん、この虚無な瞳、現代アートっぽくて尊くないですか？ MC 氏、これは実に見事な伏線ですね。遠近感を完全に排除したその画風は、過酷な労働によって個人の厚みを失った社畜のメタファーとして完璧です。特にその背中に描かれた不自然な赤い斑点は、家族という閉鎖空間サーバー内で発生するリンゴ爆撃による決死と敗血症を予兆しており、この物語が単なる変身譚ではなく、介護放棄と経済的抹殺を描いた。はい時間切れ。怖い考察やめて本編行くで。さあ、ここからは真相究明インベスティゲーションのコーナーです。虫になった男の悲劇、その裏に隠された真のジャンルを暴いていきましょう。MCC、覚悟はいいですか？この物語、学術的には実存主義文学ですが、私のジャンルハックによるが、実態は全く別のグロテスクな記録ですよ。また変なこと言い出す気ですね。カフカ先生の名作をどう歪めるつもりですか？歪みではありません。解像度を上げただけです。まず主人公グレゴールの初期設定スペックをご覧ください。彼は人間ではありません。現代の夜の街でいうところの家族という太客に奉仕する哀れな担当ホストです。はあ？何言ってるんですか？彼は真面目なセールスマンですよ。家族のために必死に働いて、ホストだなんて失礼すぎます。いいえ、構造は同じです。彼は父親の借金という名のシャンパンタワーを生産するために身を削って金を稼いでいた。しかし虫になった瞬間、彼は売り上げを作れなくなった。つまりこの変身は生物学的な悲劇ではなく、単なる初回指名切れによる担当外しなんですよ。なんて言い草だ。家族の絆を指名とか売り上げとか金銭関係だけで語らないでください。ではデータを見ましょう。彼が虫になった途端、家族は彼を心配するどころか、即座に財布としての機能不全を嘆きました。これは実に見事な伏線ですね。彼らの目にはグレゴールは息子ではなく、金を生む氷回り金融商品としてしか映っていなかったという証拠です。否定しきれないのが辛い。でも必死に会社に行こうとしてたじゃないですか。あのけなきな姿は泣けますよ。そこです MCC。 その涙ぐましい努力こそが、この物語のジャンルをブラック企業サバイバルへと変質させるのです。虫になってもなお出勤を気にする思考回路、これは完全に社畜 OS のバグですよ。バグ扱い？責任感と言ってください。人間としてのプライドが残ってたんでしょうが。いいえ、システムエラーです。体のハードウェアが虫という別規格に換装されたのに、脳内のソフトウェアだけが旧バージョンの勤怠管理システムにアクセスしようとしている。これはもはやブルースクリーン状態で無限ループする古いパソコンと同じです。ちょっと待って猫さん、その例え科学的に無理がない？心の問題を OS とかハードウェアとかデジタルの話にすり替えないで。エビデンスはあるんですか？エビデンス？ありますよ。彼は痛覚や食欲といった身体的フィードバックよりも、支配人の顔色というサーバー応答速度を優先しました。これは生物としての生存本能が過剰な労働によって論理フォーマットされてしまった末路です。その言い方、本当に夢も希望もない。じゃあ妹さんがご飯を持ってきてくれたのは、あれは愛でしょ？愛？いえ、あれは単なる隔離病棟の衛生管理です。現代の感染症対策に照らし合わせれば、彼女の行動はバイオハザード指定廃棄物の処理手順そのものです。ひどい。お兄ちゃんのために好きな食べ物を探してくれたんですよ。それを廃棄物処理だなんて。事実です。彼女は部屋に入る際、決して兄を見ようとしなかった。そして食べ残しをほうきで吐き出した。これは汚染区域への立ち入りを最小限にして感染拡大を防ぐための冷徹なプロトコルです。兄への愛ではなく、家というクリームルームを守るための業務遂行に過ぎません。ただのお掃除じゃないですか。綺麗好きの女の子をガスマスクつけた特殊部隊みたいに言わんといて。甘いですね。そして訪れるクライマックス、父親によるリンゴ投げつけ事件。あれこそがこの物語が FPS 一人演出シューティングであったことの決定的な証明です。シューティングゲーム？お父さんがリンゴ投げただけの悲しい喧嘩でしょ。どこに銃が出てくるんですか？リンゴは弾薬です。かつて無力だった父親は制服を着ることで超装備兵にクラスチェンジしました。一方のグレゴールは倉庫を起こすあれど攻撃手段を持たない非戦闘員。これは一方的なリスポーン狩りですよ。やめて、逃げてグレゴールさん。壁に登ってエイムをずらして。なんで私が実況させられてんの？背中にめり込んだリンゴはまさに致命的な被弾。腐敗による継続ダメージが彼の HP を削り続けました。父親のキルレートは見事ですが、倫理的には万対象ですね。界隈がざわつきますよ。痛すぎる。
あんなに尽くしたのに最後はゴミみたいに死んで。ええ、ゴミです。文字通りお手伝いさんに燃えるゴミとして出されました。そして家族はピクニックへ。これはつまり維持費のかかる不良債権を処理してサブスクリプションの解約に成功したユーザーの解放感じゃないですか。は？サブスク解約？命を解約？そうです。グレゴールという高額な月額サービスを解約して家族は無料プラン、身軽な利確に移行した。実に論理的でスマートな家計のリストラ。MCC、 なぜマイクを逆手に持っているのですか？あんたな、さっきから黙って聞いとったらなんやその言い草は。サブスクやと？人の命をネットフリッキーズみたいに言うなボケ。バーストモード？理性が蒸発している？それにな、一番許せんのはリンゴや。お父さん、あんたリンゴいくらするか知ってんの？スーパーで特売でも1個150円はすんねんで。それを投げつけて腐らせる？食材ロスもええ加減にせえよ。食べ物を粗末にする家がな、繁栄するわけないやろがい。そこですか。人権問題ではなく家計簿とフードロスの観点からの激高？当たり前や。しかもその死体を片付けずにピクニック？賃貸やろあそこ。退去時の現状回復費用誰が払うねん。背中のリンゴのシミとか壁の粘液とか特殊成功入れなあかんレベルやぞ。敷金で足りると思ってんのか。金銭感覚がガバガバなんじゃこの家族は。ふほう、完全な正論。経済合理性で私が負けるとは。あれ、私今何を。ごめんなさい、急に血圧が上がって。いえ、学術的には脅威でしたが生命の光を感じました。さて MCC が落ち着いたところで調査は終了です。ひどい話です。でもここからが本当の地獄です。次は禁断のバックルームへ参ります。ふぅ、番組のエンディングだっていうのに私の心は曇天模様ですよ。さっきの調査で家族の絆なんて幻想だって思い知らされましたからね。現実は待ってくれないんですね。おや MCC、 干渉に浸っている暇はありませんよ。現代の集合地ネットはこの物語をもっと冷徹に、そして正確に解釈しています。これをご覧ください。2026年の掲示板における返信の実況ログです。ネットの反応ですか？うわ、主人公無能すぎ笑ったっていきなり辛辣すぎません？これが現代の正解、ロジックです。彼らは言っています。朝起きて虫になったのにまず出勤を心配するのはスペック確認不足であり、人生のタイパ至上主義において致命的なタイムロスだと。タイパって命の危機にタイムパフォーマンスなんて関係ないでしょ。必死なんですよ彼は。甘すぎます。さらに彼らは家族がグレゴールを切り捨てたことについて、親ガチャならぬ息子ガチャの失敗に対する投資家の損切りとして極めて妥当だと評価しています。損切り。家族を株価みたいに言わないで、心が凍りそうです。凍える必要はありません。実は作者のフランツ・カフカ自身、この物語を友人たちに読み聞かせた際、笑い転げてまともに読めなかったという記録があるのですから。は？笑ってたんですか？自分が書いたうつ小説で？どんなサイコパスですか？これは彼にとってチャップリン的なドタバタ喜劇、スラップスティックだったのです。それにカフカは現代でいうところの意識高い系の元祖でもありました。意識高い系？結核で病弱なイメージしかないですけど。実に見事な伏線ですね。彼は当時流行していたフレッチャーイズムという健康法にドハマりし、一口の食べ物を数十回以上噛んでドロドロにするという機構を家族の食卓で実践していました。うわ、家族とご飯食べてる時に横でくちゃくちゃ延々と噛み続ける息子、それはちょっと嫌かも。でしょう。さらに不要でも窓を開け放ち全裸で行うミュラー式体操を日課にしていました。つまり彼は文豪の狂気と健康オタクの気候を併せ持つ迷惑極まりない隣人だったのです。作者も大概やな。なんか急にグレゴールが虫になったのも自業自得な気がしてきましたよ。そこでこの作品が教科書に採用されている真の理由にたどり着きます。これは学校教育というシステムが仕掛けたある種の隠れたカリキュラムなのですよ。また陰謀論ですか？素直に家族愛の逆説とか教えればいいじゃないですか。いいえ、違います。この物語が描いているのは集団における同調圧力の村社会による異物排除のメカニズム、そしてそれこそが最も効率的で美しいユートピアの形なのです。はあ？何言ってんの猫さん、目がバキバキですよ。素晴らしいじゃないですか。働けなくなった個体を家族という最小単位の通識が自浄作用で排除してピクニックという新たな生産活動へと移行する、これぞ全体的最適化の極致。感動で震えが止まりません。あんたの頭が一番ホラーや。人の死を自浄作用とか言うな。通報案件じゃぞ。失礼、つい興奮してしまいました。しかし MCC、 あなたにも覚えがあるでしょう。誰にも理解されない孤独な部屋で壁に向かって独り言をつぶやく夜が。急に何ですか？やめてくださいよ、こっち見ないで。私にはあります。
かつて重力波による異世界通信プロトコルという画期的な SF 小説を書いてネットにアップしたあの日、ウエツサ2はゼロ、感想もゼロ。あの時私は確かに世界から隔離された創作の孤独、誰も見ないという虫になっていたのです。うわ、重い。そのタイトルじゃ誰も読まないですよ。でも誰にも見てもらえないって辛いですよね。私もデビュー当時は観客3人の前で必死に笑顔を振りまいて。そう、我々は皆承認されなければ存在しないもの同然の黒歴史ノートの住人なのです。だからこそ現代的な解決策が必要です。解決策？この救いのない話にまだ救いがあるんですか？あります。現代ならグレゴールはあんまり苦しむ必要はなかった。彼が選ぶべきだったのは論理的撤退です。損切りってさっきも出ましたけど、具体的にどうすればよかったんですか？簡単です。虫になる前の段階で親の借金を債務整理し、自分は実家で出て音信不通になる。家族という名の不良債権を切り離していれば、彼は虫にならずただの独身貴族として生きられたはずです。うわー、味気なさすぎる。物語が一瞬で終わっちゃうじゃないですか。ドライすぎるわ。学術的にはそうですが、これが現代の攻略法です。最後にこの作品から得られるウルトラのライフハックを伝授しましょう。名付けてザムサ式職場放棄メソッドです。ろくなもんじゃない予感がする。絶対聞きたくないけど歯科がないから言って。仕事がつらい？少子が怖い？ならば言葉の通じない怪物になりすますのです。意味不明な規制を発し、負荷を這いず回れば会社側がパニックになり、あなたを解雇すれざるを得ない。これぞ精神勝利法の有究極系です。最悪な教訓やな。人間として終わってるわ。そんなことして社会的に抹殺されたらどうすんの？みんなは絶対真似したらダメですよ。抹殺されたらその時は壁の絵に向かって這いず回っていればいいのです。嫌だ、リンゴ投げないで。私を見捨てないで。チャンネル登録と高評価してくれないと私部屋の隅で腹かびて死んじゃうからお願いします。にゃーん。